こんにちは、ミッキーです。今回は2025年ニューオープン東京カフェ8選です。2025年も年の暮れ、今年も東京にはたくさんの新店舗がオープンしました。話題の商業施設ニューマン高輪も記憶に新しいですが、その他にも都内各地に魅力あふれるカフェが続々と登場しています。今年も年間約200件のカフェを訪問しましたが、そのうち約40件は2025年に誕生。もちろん最新情報をお届けすべく意識的に巡っていますが、フレッシュさもありつつ、すでに洗練された店舗も多数あり、人気が出る前だからこそ楽しめたようにも感じられるお店がたくさん。ぜひ今回も参考にしてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。Sometimes you gotta pray for a victory. まずはじめにご紹介しますのは、神戸で人気のトゥーストゥースが手掛けるビストロ&カフェです。ビストロ&カフェとしては東京への初出店です。自慢のビストロ料理に加え、天然酵母のパンやスイーツ、紅茶が楽しめます。1986年、神戸トアウエストの路地裏でひっそりと開業した小さなレストランバートゥーストゥース。その味わいを東京でも存分に体験できます。ご覧のように店頭には様々なトゥーストゥースのメニューが並んでいまして、洋菓子そして紅茶を購入することもできますので、もちろん店内利用もおすすめですけれども、店内利用結構並びますので、その世界観だけでも堪能したいという方に関しましては、こちらを確認していただいて、ご自宅用に購入して楽しむのもいいかもしれません。そんな魅力あふれるトゥーストゥースの始まりは、アートやモード、音楽を愛する若者たちが集うコミュニティの場でした。食を通じて日常を少し特別にする、そんな願いを胸にブランドストーリーが紡がれていきまして、やがて1995年には震災後の再出発としてプラス3業態へと展開しています。そして1997年にはパティスリーの展開を開始しまして、2003年にはガーデンレストランへの開業と広がってきました。そうやって進化してきたトゥーストゥース、洋菓子専門店やフードホールの拡充を経て神戸の街に根付いたブランド。そして2025年の9月、東京高輪にこちらのビストロ&カフェをオープンしています。先ほどもちらっと申し上げたんですけども、トゥーストゥースが手掛けるビストロ&カフェとしては東京初進出になっています。晴れの日常、つまりいつもの日が晴れになるという理念をトゥーストゥースの核心に据えつつ、これまで大切にしてきた思いを表しています。平凡な日常の中に小さな彩りを添え、心躍る瞬間を提供すること、また食を通じて人と人とをつなぎ、軽やかな贅沢を届けること、それが神戸から続いてきたブランドへの思いとのことです。そしてこちら高輪の店舗では空間デザインにもこだわりが。空間プロダクトデザイナーの三宅さんとスタイリストの相沢さん、2人の才能が交差する特別な空間に仕上がっています。そしてそんな特別な空間でこの日はパスタランチをいただいています。スープ、パスタ、そして自家製パンを一度に味わえるようなこだわりのランチ。このパスタランチ以外にもガレットランチ、そしてメインランチがありまして、それぞれのランチメニューにも複数種類のメニューの提供がありますので、気になるものから注文いただければと思います。トゥーストゥースといえばガレットは結構有名なようで、今回はどうしても気になってパスタランチを注文してるんですけども、ガレットランチをまた試したいなと思いました。ですので2人以上で訪れる場合にはガレットランチ、そしてパスタランチもしくはメインランチを注文してシェアするといいかなと個人的には感じています。この日は生ハムとラタトゥイユのトマトソースパスタをいただいてるんですけども、他にもサルシッチャと船型マッシュルーム、ハーブのオイルソースパスタだったりとか、エビとケールのカルボナーラなんかもありました。そして個人的な注目はガレットランチ以外についてきます自家製の天然酵母パン。ふんわりとした食感と小麦の香ばしさが広がりまして、料理と一緒に楽しむことで満足感が一層高まります。日によって異なる種類が提供されることもあるようなので、訪れるたびに小さな発見があるのも魅力です。そしてやはり注目はメインの生パスタ。太めのもちもち生パスタにナス、ズッキーニ、トマトなどが入った少し甘めのトマトソースが絡み、具材の素材感がしっかりと感じられます。生ハムがたっぷりと乗っていますので、塩味のアクセントとしても効いていました。
続いてご紹介しますのはカフェわびさび東銀座築地店です。築地駅から徒歩圏内、バンホテルの11階にひっそりと佇むカフェわびさびは、お茶の本質に静かに寄り添う新しい日本茶カフェ。2025年4月に誕生しています。ここでは茶道のような格式ばった空気ではなく、もっと優しく心を整える時間を過ごせます。お茶は日本人にとって最も身近な存在。しかし、その奥にある文化としてのお茶を感じる機会は今少なくなりました。こちら、わびさびカフェではそんな敷居を取り払い、初めての方でも昔から親しんできた方でも五感でお茶の魅力を感じられる空間を目指しています。木のぬくもりを感じる内装と茶葉の香りに包まれた落ち着いた店内。座席は18席と小規模ながら、静けさと穏やかな会話が自然に生まれる距離感も心地よいです。ここではお茶という共通の言語を通して人と人とが緩やかにつながれます。こちらの店はバンホテルの上にあるということもありまして、海外の方にも大好評。日本語のメニューもありつつ、英語のメニューもありましたので、インバウンド向けにもおすすめです。特に後ほどご紹介します団子焼き体験に関しましては、日本人でさえ体験したことがない方が多いと思いますので、ぜひ体験してほしいようなメニューになっています。また、今回はスイーツ中心にいただいていますけれども、お食事系のメニューもありますので、ランチに訪れるのもおすすめです。さて、入店後、まずはテイスティング用のカップでお茶を試飲させていただいています。このさりげない一杯からも、この後登場してくるメニューの数々のワクワク感が高まっていきます。さて、まずいただいたのは、団子焼き体験、抹茶みたらしを添えてというメニュー。こちらは自分でお団子を炙りながら、香ばしさと食感の変化を楽しめる体験メニュー。手焼きのぬくもりと自家製の抹茶みたらしの上品な甘みが絶妙。五感で味わうお茶時間を象徴する人気の一品です。こちらの容器の中に抹茶みたらしが入っていまして、また普通のみたらしとはちょっと違う味わいを堪能することができます。抹茶みたらしになっていますので、意外と甘さも控えめで、すっきりといただけるようなメニュー。団子にたっぷりとかけていただいても、甘さは控えめでとても美味しかったです。焼き加減はお好みで調整できますので、焼き目をいっぱいつけたい方はこんがりと、控えめにいただきたい方は軽く炙っていただいて味わってみてほしいです。さて、焼き上げた後は黒蜜で味をつけつつ、さらにきな粉をトッピング。結構乗っけるのが難しかったんですけれども、ここも丁寧に盛り付けていただくとインスタ映えもするかもしれません。ワンセットで3本提供されますので、存分にその味わいを堪能してほしいです。ついていただきましたのはペアリングセット。選び抜かれた日本茶とスイーツの組み合わせで、味覚、香り、余韻の調和を楽しめるような贅沢な一皿。お茶の個性を引き立てるよう設計されていまして、飲むほどにお茶の奥深さを体感できます。全部で5種類のペアリングを楽しめるんですけども、このお茶とこのスイーツ、または漬物が合うんだという新しい発見もありましたので、今回の発見を機に自分でもペアリングを考えるきっかけになるような、そんなメニューになっていました。そしてもう一つは抹茶プリンアフォガード。濃厚な抹茶プリンにとろりとしたエスプレッソを注ぐ和洋折衷スイーツ。まろやかな苦味と深い香りが重なり合い、抹茶の旨味を引き立てます。お皿を揺らしていただくと、これだけプルプルなのも伝わるかなと思います。最後にこちらのエスプレッソを注いでいただいて、その味変も堪能してみてほしいです。特に甘さは控えめになっていますので、大人の抹茶時間にもぴったり。別途ドリンクメニューを注文していただいて、そのペアリングの楽しむのもいいかもしれません。お茶を中心に様々な魅力に溢れているこちらの店舗、ぜひ体験してみてください。続いてご紹介しますのは、同じく日本橋駅の近くからボンゲンコーヒー日本橋。盆栽とコーヒーが出会う和モダンな癒しの空間です。2025年の4月に新しくオープンしましたこちらボンゲンコーヒーの日本橋店。かつて銀座店がテイクアウト専門だったんですけれども、日本橋店は広々としたイートインスペースでゆったりと和の美しさに浸りながらコーヒーを楽しめるお店です。過去の動画で銀座の店もご紹介していまして、そちらもとても素敵な空間になっていますので、よかったらそちらも見てみてほしいです。お店のシンボルは店主さんが愛してやまない盆栽。入り口には立派な盆栽が鎮座し、これまで樹齢200年を超える貴重な盆栽が飾られたこともあるようです。状態のいい盆栽を楽しんでほしいと2週間ごとに入れ替えていますので、訪れるたびに違った表情を見せてくれるのも楽しみの一つです。
店内は能楽堂や茶室を思わせるような和の衣装が随所に散りばめられています。日本人の私たちでもなかなか触れる機会の少ない焼き杉や格天井、金継ぎ風の床など細部にまでこだわりを感じることができます。木のぬくもりと自然素材に包まれながら心を落ち着かせてコーヒーを味わえる、まさに日本美とコーヒーの文化の融合と言えるような空間です。そしてコーヒーは常時17種類ほどをラインナップ。自家焙煎で仕上げるオリジナルブレンドはエチオピア、コロンビア、ホンジュラスの豆を使った浅入りでフルーティーさと飲み応えを兼ね備えています。おすすめはラテリッチとアイス抹茶エスプレッソラテ。ラテリッチというのは名前のごとくエスプレッソを通常の 2.5 倍から3倍使っているようなリッチな深み。濃厚ながら苦味が少なくコーヒー好きにはたまらない一杯になっています。さらに抹茶エスプレッソラテはこの後も注文した様子をご紹介しますのでぜひ確認してみてほしいです。またドリンクと楽しみたいフードメニューは日本橋店限定の和スイーツとおにぎり。おにぎりは白米にこだわった塩おむすびや焦がし味噌焼きむすび、松の形をした抹茶エスプレッソ和菓子、鯛の形をしたもなかなど見た目からも心惹かれるようなラインナップです。この日はだるま餅あんこう中を注文してるんですけども他にも気になるものがたくさんありました。さてこちらが今回いただきました抹茶ラテプラスエスプレッソ、そしてだるま餅あんこう中です。抹茶エスプレッソラテは鹿児島県産の最高級抹茶を一服ずつ丁寧に立てて仕上げる特別感のあるドリンク。抹茶のまろやかさとコーヒーの香ばしさが重なり合って奥行きのある味わいでした。加えてこちらだるまの形をしたもなかは見た目の可愛らしさに惹かれて選びました。サクッとした皮とたっぷり詰まったあんこが相性抜群、ほっとする甘さに癒されるようなそんなスイーツになっていました。そんな盆源コーヒー日本橋はただコーヒーを飲むだけではなくて盆栽や和の空間に包まれて心を落ち着けるような場所。日本人にとっても改めて和の美しさを感じられるような特別なひとときを過ごすことができます。この地域行ってみたいと思っても情報量が多すぎて迷うことありませんか？このチャンネルでは実際に足を運んで体験したリアルな視点から観光や施設の魅力を丁寧にご紹介していきます。観光 PR や施設紹介、店舗紹介のご相談は概要欄のリンクからお気軽にどうぞ。それではこの後の店舗紹介もぜひ楽しみにしてください。続いてご紹介しますのはアルケミスト浅草。こちらは浅草駅から近くにあります。シンガポールで16店舗を展開しコーヒーラバーを虜にしてきたアルケミスト。その日本初上陸の1号店は青山に、そして2025年6月に2号店がこちら浅草にオープンしました。店名のアルケミストとは英語で錬金術師、漫画鋼の錬金術師でもアニメ化された際に原作に忠実な作品としてフルメタルアルケミストというタイトルで公開されたんですけども、そんな馴染みがあるような店名かもしれません。バリスタの日々の仕事と職人技に敬意を込めてこのアルケミストという名前が付けられたそうです。バリスタという職人が作る日常にちょっと特別な一杯、そんな思いを届けてくれる本格派コーヒーショップです。メニューはシンプルにコーヒー中心、豆の個性を最大限に引き出した味わいはコーヒーが苦手な人からも飲みやすいと評判です。店内は和モダンをベースにシンプルな空間、余白を感じるような心地よさがありまして観光客にも地元の人にも自然に馴染みます。さりげない和の要素が浅草の街並みに調和し、観光の合間に一息つくのにもぴったりです。雷門を中心とした浅草の中心部から少し外れていることもありまして、意外と穴場的に使うこともできるかもしれません。看板は季節ごとに豆を入れ替えますスペシャリティコーヒー。その時期に一番美味しい旬の豆を3から6ヶ月ごとに入れ替えているとのことです。バリスタさんが好みに合わせて豆を提案し、豆本来の甘みを引き出した特別な一杯を入れてくれます。そしてここにありますのは装飾的なドリンクだけではなくて豆の個性を味わうためのラインナップ。その思いが一杯ごとに込められています。一部豆をご紹介しますと、定番のダークマター、プルーンやローストアーモンドを思わせるような香りでチョコレートのようにまろやかな口当たりが特徴的、力強さと濃厚さを感じるようなブレンドになっています。その他にも様々な豆が提供されていまして、バリスタさんに相談していただきますとおすすめの一杯をご提案してくれるかと思いますし、気に入った場合にはこういった形で素敵なパッケージとともにお土産として持ち帰ることもできます。その他世界各地のシングルオリジンを楽しめるようなフィルターコーヒーは抜群。またフードメニューもご提供。
ただあくまでコーヒーを引き立てる存在。クロワッサンやメロンパンなど軽やかなラインナップが揃っています。そんなカフェというよりもコーヒーショップということが似合うような空間なので、ぜひとも足を運んでみてほしいです。さて、こちらはこの日いただきましたアイスドホワイトとメロンパン。アイスドホワイトはいわゆるカフェラテのアイスです。アイスドホワイトはまろやかなミルクとコーヒーの香ばしさが絶妙。ごくごくと飲める一方でしっかりと満足感があります。シンプルだからこそ豆の甘みとコクが際立っていました。そして一緒にいただきましたメロンパンは外はサクッと中はふんわり。甘さも控えめでコーヒーとの相性も抜群。今回はラテと一緒にいただいたんですけども、ブラックコーヒーと合わせても美味しくいただくことができそうでした。気取らない組み合わせだけども特別な気分にさせてくれる、それがこのお店の魅力だと感じました。続いてご紹介しますのは、恵比寿で月に1000個売れるチーズケーキとして各種メディアでもご紹介されている注目店舗、カフェ&ダイニングぬりかべさんの新しい渋谷の店舗、ぬりかべカフェポッケです。今回は渋谷に誕生した4店舗の店舗のオープン記念としてご訪問させていただいています。ちなみに恵比寿のお店に関しましては過去の動画でもご紹介していますので、よかったらそちらの方も参考にしてみてほしいです。店名のポッケとは誰かにそっと見せたくなるようなとっておき。ポッケの中にしま物って誰かに見せたくなるようなお気に入りだったり、ちょっと秘密にしておきたいとっておきだったり、そんなお店にしたいという願いが込められています。空間自体も入り口を入ってショーケースに並んだチーズケーキだったり、数々のパンが目を引くんですけれども、少し先に進みますと隠れ家的な空間が多数ご用意。地下には地下空間が広がっていまして、上にはロフト形式で少し違った開放的な空間も味わえます。まさに隠れ家が詰まったそんな空間を楽しめます。そんなレイアウトの都合もありまして、空間は貸し切りパーティーから記念日ディナー、普段使いのカフェタイムまで誰かに自慢したくなるようなおしゃれ空間が広がっています。日常に自然と溶け込みながらも特別な習慣を彩ってくれる、そんなお店です。そして店頭には小ぶりのチーズケーキも販売。過去にご紹介したぬりかべさんでは通常サイズのチーズケーキの提供があったんですけども、こちらは小ぶりになっていますので少量ずついろんな味を楽しめるというところもおすすめな点です。さて、こちらはサンプルでご提示いただきましたアフタヌーンティープラン。このアフタヌーンティープランでは上部のチーズケーキの他にミニチーの全10種類が一度に楽しめるようなお得なプラン、ぬりかべこだわりの前菜を盛り合わせたセイボリーや選べる乾杯ドリンク、2時間のカフェフリーもついていまして、ゆったりと時間を楽しめます。またプレートの上の部分には無料でメッセージも書けますので、まさに誕生日や記念日などのお祝い事にぴったりです。ちなみに地下は階段での移動になるんですけども、ベビーカーでも利用可能。この日はお子さん連れの方もたくさんいらっしゃって賑わっていました。ランチタイムは思わずお気に入りを探したくなるような人気の新名物、店内で毎日揚げ上げてます10種類以上の塩バターパンとぬりかべ定番のもちもち食感の生パスタ。ディナータイムはイタリアンの特別感にカフェの親しみやすさを掛け合わせた肩肘張らないダイニングメニューもご用意されています。どれも美味しそうなメニューなんですけども、今回はランチのおすすめメニューとして選べる塩バターパンをセットいただいています。今回新店舗のポッケさんの誕生と同時に登場しました新商品の塩バターパンは毎日店内で焼き上げ。ランチではお好きな2種類の塩バターパンをセレクトし、前菜、サラダ、ドリンクまでついたお得なセットで販売されています。今回はディップして食べるようなクリームパンを添えつつ、全部で5種類のクリームからセレクトしました。5種類のクリームはレアチーズ、宇治抹茶、ストロベリー、ショコラ、チャイ。その中から今回はチャイと宇治抹茶をセレクトしています。個人的には宇治抹茶がとても美味しかったです。加えて塩バターのサンドでいただきましたナポリタン、生ハム、カマンベールチーズと季節のフルーツの4種類もいただいています。サラダやスープなどがワンプレートになって提供されますので、彩りも鮮やかで食欲をそそります。ご覧のようなクリームパンのクリームは甘さ控えめで軽め。バターがじゅわっと染み出るようなパンになっていました。またセットということでドリンクがついてきます。セットドリンクとしましては、オレンジジュース、グレープフルーツジュース、ウーロン茶、ジャスミン茶、コーヒーのアイスとホット、紅茶のアイスとホットから選べます。そして食後にいただいてみてほしいのはミニチーの2個セット。デザートはお店の注目メニューであります香りチーズケーキを一口サイズにアレンジした一品を。選び抜いた10種類のカラーフレーバーのミニチー。見た目もコロンとして可愛らしく、写真映えも抜群です。
1階で10種類並んでいますショーケースは目にも美しいので、その1階のディスプレイから気になるものを注文していただいて、この2種類セットいただくのが個人的なおすすめです。店内みんなチーズ炙りのプロと銘打ってるこのメニューは、何千回も試作して出来上がった奇跡のチーズケーキとのこと。様々なメディアでもご紹介されています。Have a Wonderful Time をコンセプトにチーズケーキを通したご褒美時間や大切な人との思い出作りを実現してくれますので、ぜひ気になるものをご注文いただきたいです。続いてご紹介しますのは、2025年4月に誕生しました鈴抹茶。カフェトリエと言います曜日限定でお店が入れ替わるカフェスペースにて、金曜日と土曜日限定で営業します抹茶専門店です。今年オープンしたばかりの新店で、茶と四季の菓子をコンセプトに抹茶と旬の果実を組み合わせた優しく心地よいカフェ体験を提供してくれます。店内はご覧のようにナチュラルで穏やかな空気が流れる癒し空間。白やグリーンを基調とした清潔感のあるインテリアと外光が差し込むカウンター席も魅力的。カウンターやテーブル席がありまして、一人でもスイーツタイムを楽しみやすいような配慮がされています。店主さんのふるさとであります福岡県の八女市を感じさせるような抹茶への愛情と穏やかな思いが詰まった空間づくりです。店内には様々なグッズの販売もあったりとか、実際に茶葉を購入することもできますので、じっくりとめくっていただいて、その世界観に触れてみていただければと思います。また、メニューが出来上がるまでの様子も目の前で確認することができますので、普段抹茶体験をすることがない方に関しましては、新鮮な体験になるかもしれません。立地的に外国人の観光客はあまり多くないんですけれども、外国人にとっても結構見どころなのかなと思っています。さて、こちらは実際に抹茶を立てていただいている時の様子。抹茶を立てつつ、その香りも楽しみつつ、そのこだわりの説明をしていただきますので、ぜひその世界観にじっくりと触れてほしいです。店内は7席と限られていますので、訪問時には余裕を持って訪れることがおすすめです。また、決済方法としましては、QR コードもしくは現金になってますので、その点はご注意ください。さて、先ほど作っていましたのは、八女抹茶ラテ。こちらは、霧島抹茶ソーダです。霧島抹茶ソーダは、爽やかな炭酸に抹茶の苦味がキリッと効いた夏にぴったりのドリンクでした。すっきりとした飲み口で和のアクセントを感じるような一杯。こちらの抹茶に関しましても、一つ一つ丁寧に立てていただいて、ソーダに仕立てるようなこだわりスタイル。ぜひその香りとともに楽しんでいただければと思います。もう一ついただいていたのは、八女抹茶ラテ。八女抹茶の香りとほのかな苦味が心地よい、ミルキーな味わいのドリンクです。ミルクにもこだわりがありまして、コク深い味わいは絶品。抹茶の風味とミルクのコクが優雅に溶け合い、スイーツとの相性も抜群でした。さてこの日は合わせて和菓子も注文。左手前はシャインマスカットの雪餅。右手前は桃とマスカルポーネのどら焼きです。どら焼きに関しましては、ふっくらと仕上げた一品。ほんのり甘い桃とマスカルポーネクリームが包まれた創作どら焼き。果実のみずみずしさとクリームのまろやかさが絶妙に調和していました。もう一つはシャインマスカットの雪餅。大粒のシャインマスカットを贅沢に使った和スイーツ。雪餅のふんわり食感と果汁たっぷりのマスカットが心地よく合わさって、爽やかで上品なフルーツデザートでした。これらのメニューに関しましては季節ごとに変化していきます。10月末からはクリーム雪餅が提供されていまして、熊本県産の和栗ペーストと生クリーム、こしあんをふわふわの雪餅に包んだメニューも提供されていましたので、ぜひインスタグラムの最新情報をチェックしつつご訪問ください。続いてご紹介しますのはこちら、東京コーヒー立川。8月のコモンズ立川立飛グランドオープンに先駆けて7月にオープンしているお店です。コモンズ立川立飛の一角にあります東京コーヒー立川。木と土が穏やかに響き合う小さな美しい空間です。店内に入っていきますと、左手に乗りますのは土のカウンター。地層のように重ねられました半築風の壁が自然の時間をそのまま閉じ込めています。天板には木のぬくもりがあって、その上には赤いラ・マルコッツォのマシンが静かに佇んでいます。壁は淡い土色。天井は木の羽目板。照明は控えめで、素材そのものの表情を照らすように配置されています。そして入り口入って右側には木のテーブルと多彩な椅子が並びます。アンティークチェアや
スチール脚の椅子など、形や質感が少しずつ違うのに、全体としては見事に調和しています。壁には丸い鏡、グリーンの鉢植え、そんな余白を大切にした配置が静かな呼吸のようなリズムを生み出しています。そんな過剰な演出も装飾もないような空間はとても居心地抜群。実際にこの日も私はパソコン作業をしながら少し長めに居座ってしまいました。また素材にこだわった様々なコーヒーだったりとかスイーツ系が目白押し。ぜひその味わいをかみしめながらその空間を楽しんでいてほしいです。このお店の美しさは素材と時間の関係性にあります。内装は地元の土を再利用して仕上げた壁、木造の柔らかな構造、そして光を吸うようなマットな質感。その全てが派手ではなくて正直な美しさを形にしています。コーヒーを飲む時間がただの休憩ではなくて五感を整えるようなひとときに変わっていく、そんな空間を実現しています。またドリンクメニューも非常に豊富。コーヒーにこだわっていますのでコーヒー系のドリンクをぜひ注文してほしいですけれども、その他にはお茶系のメニューだったりとかフラッペもご提供、加えてアルコール類もありました。さらにコーヒーに関しましてはシングルオリジンのメニューも提供されていますので、コーヒー本来の味わいをじっくりとかみしめることができます。さてこの日いただきましたのはこちら、焼きたてワッフルとカフェラテ。ラテに関しましてはやや深めの焙煎で抽出されたエスプレッソにきめ細かくスチームされたミルクが静かに注がれます。表面には繊細なラテアート、カップを近づけることで焙煎豆の香りの奥にカカオやナッツのようなほのかな甘い香りが漂います。口当たりはとても滑らかでミルクの柔らかさを感じつつそのエスプレッソの深みが楽しめます。そしてそのペアリングとしていただきましたのはこちら、焼きたてワッフル。焼きたてならではの香ばしい匂いが皿を置いた瞬間にふわりと広がります。生地はやや厚め、外側はサクッと軽く、中はしっとり。表面にはきめ細かく粉砂糖が振られまして、格子の中にシロップがわずかに溜まり、中央の四角いバターが熱で少しずつ溶けていきます。その充実感たっぷりな味わいを楽しんでほしいです。続いてご紹介しますのは、日常に寄り添う本格フレンチベーカリーブールアンジュ。その新たな拠点でありますブールアンジュ新宿店です。2025年の9月にオープンしたばかりの店舗。東京の新宿通り沿いに誕生します全く新しいスタイルのパン屋さん。新宿駅からも近い新宿サザンテラス店とはまた違った立地と時間帯で、より幅広く多彩な層に届く拠点として誕生しています。こちらのブールアンジュは2017年にベイクルーズが立ち上げたオリジナルベーカリー。以来世界中から選び抜いた小麦粉と旬の素材を生かした彩り豊かなパンをご提案してきました。代表的なものとしましてはトースト専用のパンドミブール、そして生食に最適なパンドミアンジュ、そんな2種類の食パンが紹介されています。今回はブールアンジュさんのオープン前に訪れまして、その魅力を存分に体験してきました。そして特にブールアンジュ新宿店での見どころは、球体クロワッサンのクロワッサン丸、キューブ型クロワッサンのクロワッサン四角、さらにピラミッド型クロワッサンのクロワッサン三角、それらの見た目にも美しいようなクロワッサンも楽しむことができます。約 55.45 坪のゆとりある面積を備えてオープンしたこちらの店舗。基本的にはテイクアウト専門店になるんですけども、外には少なめでありますが、座って楽しめるような席もありますので、ちょっとした休憩に訪れるのもいいかもしれません。特にこちらの新宿通り沿いに関しましては、多くのビジネスマンが行き交う場所でもありますので、あまり時間がない時のテイクアウトよりも使えますし、仕事を終えた後の些細なご褒美としてテイクアウトして売り酒で楽しむのもいいかもしれません。そんな場所だからこそ、道行く人が興味をそそられるようなその向けのディスプレイも注目。限定商品を投入しつつ、立地を生かした時間帯ごとの訴求が期待されます。運営会社でありますベイクルーズさんは、ファッションブランドでありますジャーナルスタンダードなどを手掛けていることもありまして、そのディスプレイ方法はファッションを展示するような工夫も感じられます。そんな美しい見た目の展示方法も単なる飲食店にはとどまらないような工夫を感じることができます。そしてご覧のように、このブールアンジュ新宿店では代表的なトーストが出来上がっていく様子だったりとか、数々のパンが出来上がっていく様子を眺めることもできますので、その工房でのこだわりなどを確認しつつ気になるパンを購入することができます。さて、こちらが先ほどご紹介しましたトースト専用のパンドミ。このとても柔らかい食感、そして出来たての芳醇な香りは抜群でした。そしてこちらが看板商品のクロワッサン。こちらに関しましても層を少し少なめにすることで、そのバターがじゅわっと香るようなこだわりが詰まった一品になっています。
またテイクアウトが中心になる店舗でありながらドリンク系の販売もされていますので、ドリンクを注文していただいてテイクアウトした際にもパンと一緒にいただくことができます。続いてこちらはバケットのスビンゴールド。特別な小麦粉スビンゴールドを使って小麦本来のコク、甘み、香ばしさを凝縮して焼き上げた一品になっています。さてこちら先ほども映していましたオニオン&ベーコンのクロワッサンです。クロワッサンとしての魅力はもちろんのこと、このベーコンなどが加わって惣菜パンとしてランチにも軽くいただけるような一品になっています。続いてこちらはサワードゥ。こちらに関しましてはフルサイズになっているんですけれども、ハーフサイズもありまして、パリッとした食感だったりとかもちもちとした食感を味わうことができます。気泡のある軽やかな食感になっていますので、ぜひお試しいただきたいです。加えてサワードゥに関しましてはこちらのライ麦のサワードゥもありますので、お好みに応じて注文いただくといいかもしれません。さてこちらはドリンクでいただきましたカフェラテ。ミディアムサイズで800円ちょっとと少しお値段するんですけども、コーヒーにもこだわりが詰まっていますので、コーヒー好きな方でも楽しめるような一杯になっています。さてそんな数々のパンの中からこの日はクロワッサンマーブルの尺、クロワッサンマーブルの丸、そしてジュワッとクロワッサンをいただいています。球体のクロワッサンに関しましては360度に美しい層を持つ丸型のクロワッサン、お皿に乗っけても転がってしまうのでその点はご注意ください。加えてキューブ型クロワッサンに関しましてはシュガーをまぶしてありましてキューブ状に形成されています。そんな見た目にも美しいパンを楽しみつつ、こちらのブーランジュさんご体験ください。さて2025年ニューオープンの東京カフェはいかがだったでしょうか。今回8つの店舗をご紹介しましたけれども、それぞれまた違った雰囲気を味わうことができまして、いずれもとても魅力にあふれてたかなと思います。個人的にはインバウンドを意識したような抹茶系のスイーツだったりとか和な空間のカフェが魅力的だったなと感じています。意外と日本人ですら最近はその和の魅力に触れる空間が少なくなっているかなと思いますので、ぜひこの動画を機に訪問していただけるとありがたいです。もちろんその他にも日本国内で有名なカフェが東京に進出したりだったりとか、海外で話題を集めているカフェが日本に進出したりといった空間もあります。もちろん東京発といった形で展開していくお店も多いですけれども、やはり知名度だったりとかその味の定評があるからこそ東京に進出する空間もあるから、東京のカフェは激戦区と言えそうです。2026年もたくさんのお店が登場すると思いますので、私もオープンし次第訪問させていただいて、その魅力をいち早くお届けできればと思います。もし皆さんの方ですでに気になっている店舗がありましたら、コメント欄の方で教えていただけるとありがたいです。さてここからはアフタートーク。私が考える今東京で一番暑いエリアについてです。ちょっと前までは蔵前だったりとか清澄白河のあたりの下町エリアがカフェ巡りとしては注目だったんですけども、少しずつそのエリアも変わってきてるかなと思います。特に最近は世田谷の駒沢公園あたりが新しい施設をオープンしたりとか、世田谷中心に様々なお店がオープンしているような印象です。また東京駅周辺で言いますと日本橋エリアに新しいカフェがたくさんオープンしてますので、今年もいくつかお届けできたかなと思っています。また私の特集の中でもご紹介していますけれども、立川は地域全体で街を盛り上げているということもありまして、様々なお店が誕生していて面白い場所でもあります。また銀座有楽町エリアは最近再開発が進んでいるということもありまして、特に2026年は注目になるかなと思っています。そんな背景も踏まえつつ、個人的に一番暑いと思うのはやはり日本橋エリアかなと思っています。最近だと日本人よりもむしろ外国人の方がその魅力に気づいているパターンが多いかなと思うんですけども、東京駅周辺に比べて街全体が大人びていて少し高級志向がある。一方でサービスも丁寧で外国人向けにも優しいような接客が多い日本橋は、たくさんの経済が回っているという背景も踏まえつつ、個人的には一番暑いかなと思っています。とはいえ皆さんの中でも感覚があるかと思いますので、あなたが一番暑いと思うエリア、コメント欄の方で教えていただければと思います。今後もより東京の魅力を知れるよう様々なお店を訪問していきますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をしてお待ちください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。